GTY の服部です。よろしくお願いします。今日はね、イタリアワイン講座3回目ということで、サンジョベーゼについてお話しします。皆様ご存知のね、イタリアの有名な品種サンジョベーゼ、トスカーナ中心に様々な場所でね、作られる黒ブドウの品種ですけれども、それについてね、基本的なところをお話ししたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、まずね、サンジョベーゼ。16世紀以降の文献に登場して名前の由来もわからないというところですね。これね、これだけ有名な品種なんですけれども、16世紀以前の文献がほとんどないっていうのと、なぜサンジョベーゼという呼び方になったのかっていうのは、いろいろな説はあるんですけども、確かなことはわからないということで、サンジョベーゼに関してはあまりね、古い記録がないというところですね。サンジョベーゼね、土着品種を楽しもうでも、これサンジョベーゼは取り上げてないと思います、まだ。で、やっぱりね、ちょっとサンジョベーゼっていうのは、あまりにもね、多すぎる。亜種っていうんですけども、今60以上ですが、名前の呼び方ですね。それくらいですね、突然変異をしているという品種ですね。ただね、細かく言うと3つあるんですけれども、大きく言うと、ピッコロとね、グロッソでいいと思います。小さい果実と大きい果実に分類されるそうですね。あとね、サンジョベーゼ100%のワイン、つまり結局ね、キャンティーであるとかっていうので、考えた時にはサンジョベーゼ100%使ってませんから、サンジョベーゼの特徴はこれだっていうのは難しいっていうのと、さっき言ったその突然変異のものがありますので、特にピッコロとグロッソって全然味わいがそのワインの作り方によって違ってきますから、そういう意味ではね、サンジョベーゼって言っても、様々なワインがあるんだよということで、100% のワインをね、飲みたいということであれば、後で口実でありますけど、ブルネッロですね。こちら100% ですので、皆さんも見つけやすいかなと思います。マップでちょっとサンジョベーゼの有名な生産される場所をちょっと見てみたいんですけれども、もちろんね、これトスカーナの絵ですけれども、他にもね、ウンブリア州も含めて、あとマルケ州ですね、中部のエリアっていうのは、サンジョベーゼの栽培がとっても盛んですが、皆様がね、よく見る、飲むとしたらやっぱトスカーナ州ということで、エリアで、考えています。ざっくりすぎますけれども、上の方にちっちゃい文字で書いてあるのがフィレンツェですね。それから下の方にシエナ、この二大都市というか、トスカーナで有名な都市を軸に考えると分かりやすいです。フィレンツェとシエナのね、間というか、この辺りに大きな土地として存在しているのがキャンティですね。キャンティは先ほどの分類の中ではサンジョベーゼピッコロのね、部類に入ります。で、胡椒。キャンティの方は多分サンジョベーゼって言うと思います。で、キャンティは75%、キャンティクラシック80% 以上の決まりがあります。これはこの間お話しした DOCG ですね。キャンティ 75%、サンジョベーゼ使いなさい。80% 以上、キャンティクラシックはサンジョベーゼ使いなさいということなので、だいたいこのエリアでね、100% 使ったサンジョベーゼというのはスーパータスカンとして IGT、つまりテーブルワインとして出すことが多いですね。はい、次ですけども、左側ですね。シエナから、シエナというかキャンティから南の方に結構下っていくんですけど、そこの小さいエリアにモンタルチーノというね、町があります。で、モンタルチーノの周り、皆さん、それを聞いたことありますね。ブルネロ・ディ・モンタルチーノですね。今行くとね、アメリカ資本で大変なことになってますけども、ブルネロ・ディ・モンタルチーノですね。ブルネッロはね、ブルネッロって言っちゃいましたけども、サンジョベーゼのことをブルネッロ、またはサンジョベーゼグロッソとね、呼ぶことがあります。ですので、グロッソって言ってるぐらいなんで、これはグロッソ、要は大きい粒の種別になります。で、100% というのは、ブルネッロに関しては 100% サンジョベーゼ、つまりブルネッロ種を使ってくださいよということで、ブルネッロディ・モンタルチーノの場合は、間違いなくサンジョベーゼ 100% ということになりますので、比較的ね、わかりやすいかなと思うんですが、キャンティとモンタルチーノ、全然味が違うと思いますので、その辺はね、やっぱりモンタルチーノはモンタルチーノとして飲んでいただいた方がいいかなと思いますが、どちらにしてもね、サンジョベーゼ 100% 使ってます。で、その右横ですね。これモンタルチーノからそんな遠くないですね、車で。確か1時間かかんなかったと思いますけれども、モンテプルチアーノですね。これもね、ちょっと名前が似てるんですよ。モンタルチーノとモンテプルチアーノって。似てるんですけど、モンテプルチアーノってね、これもね、間違いあります。
綺麗な街です。ここのワイン名がですね、これ、DOCG の名前が、ビーノのヴィレディ・モンテプルチアーノですね。モンテプルチアーノにある高貴なワインということでなってます。で、こちらはね、プルニョーロ・ジェンティーレって呼び方してます。これもちろんサンジョベーゼのことですけれども、こちらもね、先ほどの種別で言うと、グロッソの方ですね。大きい粒の方です。で、70% 以上ですね。ですので、モンテプルチアーノもサンジョベーゼ 100% ではなくって、70% 以上使ってくださいっていうような考え方があると思いますけれども、一通りというか、主にトスカーナ州でサンジョベーゼといったら大体3つありますよということで、その中で 100% 使っているのは、モンタルチーノだけっていうところですね。これらのワインっていうのは特徴というかね、それぞれの町、それぞれの場所のね、特徴が非常にありますので、ぜひね、サンジョベーゼ、こういう見方をしてもね、結構面白く飲めると思いますので、ぜひね、試してみてください。今日はありがとうございました。それではね、失礼いたします。